明治の猪俣です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はこちらのコニットの生地を使って以前紹介しているワンショルダーの内布付きの作り方を紹介していきます。よかったら一緒に作ってみてください。それでは早速始めていきましょう。準備するパーツの紹介です。詳しくは裁断図の方を参考にしてください。それではこちらの定規がある方はこちらの 11.5 センチのところにマスキングテープを貼っておくとすごく便利なので活用してみてください。半分に折って輪にしたところでこの定規を当ててマスキングテープの端をこの端に合わせるようにしましょう。この端と布端が合うようにして線を引きます。そしたらここをカットしていきます。布が動かないように気をつけてください。そうしたら中央の合い印も入れておきます。輪にした状態でそのままつまんで斜めにハサミを入れてください。そうするとこのように V という風になってきます。下も同じようにして斜めにハサミを入れます。こんな感じになります。こちらも2枚準備します。内袋の方も輪にしてこちら4枚同時にやっていきます。ここで線を引きます。線を引けたら一度にカットします。ずれるのが心配な場合は待ち針で留めてください。今回は効率よく進めていきます。はい、そしたら同じようにこちらも中央の合い印を入れておきましょう。この裁断で切り落とした部分も巾着にそのまま活用することができます。で、実際に作ってみたのがこちらの巾着になります。よかったらはぎれもそのまま残しておいて作ってみてくださいね。こうして重ねた時に1センチ短くなってます。ここを輪にして準備します。輪で作らない場合は元布と同じように1センチ多く裁断して同じように輪の状態にして仕上げていきます。今回はポケットをつけていませんのでお好みでここにポケットをつけるなど工夫してみてください。そしたらこちらにも中央の合い印を入れておきます。持ち手にも中央の合い印を入れます。それでは、両サイドを待ち針で留めていきます。面を反対向きにして同じ方向から縫えるように待ち針を刺していってください。両サイドを同じ方向から1センチで縫っていきます。はい、それでは今回は職業用ミシンで紹介していきます。10というところがちょうど針から1センチのところになりますのでここからスタートしていきます。1センチ先に針を下ろして返し縫いから縫い始めていきます。でこの目打ちの使い方なんですけれども、両手が使える場合は目打ちで指先の代わりになりますので指先の代わりと思って目打ちの先をこう活用するといいですよ。目打ちがない場合はこう手でこう押さえますよね。これと同じでこの反対の手がどこを押さえているのかっていうとこうやって送る場合のここの布の部分を押さえているのでそれと同じようにして目打ちを使っていきます。特にずれやすい一番最後のところはここで目打ちでしっかり押さえていくと待ち針を外した後もずれにくくなってきます。
ひ活用してみてください。そしたら反対面にして同じ方向から縫っていきます。針を刺してから待ち針を抜くようにします。はい、そうしましたらそのまま底を縫います。このまま広げて縫い代は開いてください。はい、そうしたら底の部分を1センチで縫います。ちょうどここの重なりの部分は返し縫いをします。片側だけ、底の部分を縫って反対側は返し口用にして残しておきます。続いて本体を縫います。本体は側面をこう重ねてですね、このように中表に表面と表面が重なるようにして合わせていきます。こちらの作り方はすでに紹介している作り方と同じです。一度に縫えるように反対側も待ち針で留めておきます。こういう長いものをつなげるときはですね、できるだけ両端を留めて中央を留めていくようにすると比較的縫いずれが防げます。こちらも同じ方向から縫えるように両サイドを 5mm で縫います。職業用ミシンで縫うときは職業用ミシンの押さえの端がちょうど布に合わせると 5mm で縫えますので、それを目安にして縫っていくといいですよ。家庭用ミシンの場合はマスキングテープなど貼って 5mm を合わせてみてください。そして下のところですね、ずれやすい部分にしっかり目打ちを使っていくといいですよ。そしたら反対側も同じようにして縫っていきます。縫い始めは必ず返し縫いをしてください。はい、それでは縫い終えたところになります。こうやってつながりましたよね。今度は同じようにして一緒に作業しちゃいますので、こちらも同じようにして留めていきます。で 5mm で縫っていきます。はい、そうしたらアイロンをかけていきます。こんな感じで縫い代を挟んで縫うんですけれども、まず最初に縫い代を片側に倒しておきます。ここに折り目をつけないようにしてください。はい、そうしたらここをつまんで折り目をつけておきます。そしたら縫うところですね、待ち針で留めながらやっていくか、そのまま折り目がきれいについていたらそのまま縫っていきましょう。アイロンでしっかりとプレスしておけばすごく縫いやすくなりますので、この作業はアイロンおすすめです。はい、そうしたらここの部分を 7mm で縫っていきます。はい、それではアイロンがあったかいうちに同じアイロンの作業をしていきたいと思います。持ち手はですね、ちょっと前回と違う方法でサイズの方を変えていますので、3センチで折り目をつけていってください。はい、で3センチで折り目がついたところです。そしたら1センチで折り目をつけます。1センチと2センチという感じになっていきます。そしたら反対側も同じようにしてアイロンかけていきます。待ち針で留めて両方の際を縫っていきます。押さえを段押さえに変えています。はい、そうしたら 7mm
で縫っていきますので、今回こちらの針基板の7のところを布端に合わせて縫っていきます。同じように1センチ先に針を下ろして返し縫いから縫っていきます。そして今回は上糸をこの生地に合わせて下糸を白糸にしていますので、表を縫う時はちょっと例外で、この底から縫っていきます。ちょっとミシン糸に合わせて縫いずれしないように気をつけながら縫っていきます。それではすべて縫い終えたところです。こうして表の方から縫い代を包むやり方になります。これで袋閉じになっております。縫い代が内側でも見えない状態ですね。で今回内布が入るので見えてももちろん大丈夫なんですけれども、デザインもですね元々のデザインと同じように作りたいのでこのようにしています。それでは裏にしてください。ここの縫い代の部分を表側に倒した状態でここの脇の部分を包んでいきます。こちらもですね同じようにしてこのような風に包んでください。これを畳んでこういう風にしないようにここがそのまま残るようにして包みます。ちょっと厚みが増してしまうんですけれども、ここはちょっと頑張ってこのようにしてみてください。そしてここの輪の部分もで待ち針でしっかり留めてください。こうなります。この部分も同じようにしてこの倒す向き気をつけてください。そうしたら中央の合い印で留めて余った部分を留めておきます。この表の布が倒れないようにするのがポイントです。ちょっとここの両脇の部分は厚みが増してしまいますけれども、頑張って縫ってみてください。で端から端まで1センチで縫います。それでは1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートしていきます。ここ厚みがすごく強いので頑張って縫いましょう。重なりの部分も返し縫いをします。見えないんですけれども指の腹で厚みを確認しながら返し縫いしてください。こんな感じで1センチで縫えたところになります。そしたら表に返します。表にした時にこのまちが出来上がった時にここの部分がしっかりと立ち上がってくるようになります。こんな感じで平らになってきれいに整ってきます。この持ち手の部分のやり方を紹介します。ここの端の部分を中央の合い印に重ねてください。こういう風にして畳んでいきます。畳んだら待ち針で留めてミシンで仮留めしていきます。そうしたらここの部分を5ミリで縫っていきます。このタックの重なりの部分は返し縫いをします。これで縫い終えたところです。そうしたら内袋の中に入れていきます。ここの中央の合い印を合わせていきます。で脇も合わせます。で間という感じで留めていってください。そうしたらここの部分を7ミリで縫っていきます。1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートします。カーブはできるだけ布をまっすぐにしてゆっくり縫いましょう。
はい、こんな感じで縫い終えたところです。そしたらここのカーブのところに切り込みを入れておきます。カーブの切り込みはできるだけミシン目の際まで入れるようにしましょう。だいたい7ミリぐらいの間隔で切っていくといいかなと思います。あんまりこの切る幅が広すぎるとカーブがきれいに出てこなくなってしまいます。今度は持ち手をつけていきます。持ち手はまだ処理をしてないんですけども、このまま平らな状態で進めた方がやりやすいので、そのまま進めていきます。中央の合い印で留めてください。でねじれないように反対側にもつけていきます。最初にまずここの部分を仮留めしてから調整していきます。仮留めは5ミリで縫っていきます。はい、そしてこういう風に縫い終えたところでちょっと隙間ができてくると思います。このまま進めていきます。で縫い代を開いて中央でまず重ねます。内布はここの部分を余っている部分をタックをこう寄せてここで畳んで調整していきます。で待ち針で留めます。反対も同じようにして蛇腹にしていきます。こんな感じになります。そしたらここの部分を1センチで縫っていきます。でその時にここの余分がある場合はここもしっかりと詰めて縫っていくようにしてみましょう。はい、そうしたらですね、ここの余ってる部分ですね、ここの部分もしっかりと隙間が埋まるようにしてここの部分を足していきます。この段差の部分ですね。はい、そうしたら1センチで縫いますので布を回転させて1センチで縫っていきます。この重なりは返し縫いをしてください。では反対側も同じようにして縫います。はい、縫い終えたところになります。仕上がるとこんな感じで内側の布がこう蛇腹に畳まれて中央で重なっている状態になります。そしたらアイロンで折り目をつけておきます。同じようにしてここのカーブのところもアイロンで折り目をつけておきましょう。そうしたらここの返し口から表に返していきます。きれいに揃えて縫ったのでここの部分が整っていきます。そしたらアイロンでもう一度形を整えていきます。ただここの部分もですね、重なりの部分を縫っていきます。同時に縫うのでここ段差がここの部分ずれないように気をつけていきますので待ち針も丁寧に留めていってください。はい、そしたらぐるりと一周ですね、今から2ミリのところを縫っていきます。それでは段押さえは2ミリタイプのものを使ってここから縫っていきます。最初は返し縫いをしないで縫い始めます。で裏も重なっていきますのでちょっとここの段の部分ですね、気をつけながらミシン目が落ちないようにゆっくり縫いましょう。そしたら最初の縫い始めの糸を切っておきます。で最初の縫い目に重ねます。だいたい1センチから2センチぐらいでしっかり返し縫いをしてここから一度持ち上げてちょっと縦にステッチ入れてみましょう。はい、こんな感
感じの仕上がりになります。はい、それでは縫い終えたところになります。仕上がりがこのような感じになっていきます。最後の縫い止まりのところはこんな感じで縫い留めてます。裏にした方が分かりやすいです。ここの部分が結構綺麗に整ってきますので、揃えて仕上げていくのがおすすめです。裏側もこのような感じになっています。そうしたら持ち手のここのショルダーの部分ですね、この部分をちょっと太いままなので、まず半分にして、そしたら待ち針などでちょっと分かるようにしておきます。このような感じで折ります。折ったらもう一度待ち針を留め直してください。中央がずれないようにしておきます。そしたらここから10センチ10センチで印をつけておきます。ちょうどここの縫い目の幅のところにこう重ねます。はい、そうしたらここのミシン目のところを重ねて縫っていきます。そしてここで U ターンしてここの際を縫います。こんな感じで縫い終えたところです。この部分はミシン目を重ねると縫い目が目立ちにくくなります。裏にするとこんな感じですね。はい、そうしたら返し口を閉じます。少し距離が長いので裏にしてギリギリまでミシンで縫っていく方法もあります。この部分だけをミシンで縫っていきます。でこんな感じで中央から端まで縫えたところで表に返します。この部分だけこの字閉じで閉じていきます。この字閉じはこうして山折りにしたところを垂直にすくうようにして 2,3 ミリぐらい布をすくって縫っていきます。こうやって縫っていったのをキュッと引っ張ると全く縫い目が見えなくなります。はい、こちらで完成になります。いかがだったでしょうか。まちがこう三角になってきたり、側面がこのようになっていたり、できるだけ以前紹介した一枚布で作るワンショルダーと見た目を変えないように制作しています。よかったらこちらの生地の布合わせを参考にコニットの生地で作っていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっと久しぶりにこちらの DBK のアイロンの方を使ってみました。で以前のもの壊れてしまってこちら2代目なんですけれども、すごくプレス力もあるのでこういう厚地のものを使う時にすごく便利かなと思います。こんな感じでスチームがつくと穴がついてくるんですね。でもすごく重さがずっしりしていてプレスする時にすごくこのアイロンだけでしっかりとプレスされるのですごくおすすめです。ちょっと重いですけれどもね。でこちらは逆にすごく軽すぎてもうちょっと力がいるっていうところになりますけれども、よかったら概要欄の方でも紹介していますので見てみてください。